アップルはこのビジョンプロという画期的なデバイスを世に送り出しました。目と手を使って操作する新しい UI、4K の超高解像度を実現し、さらにはオープン AI のサム・アルトマンもこれを iPhone 以来2番目に印象的な技術だと評価しています。そんな未来が詰まっているビジョンプロですが、我々が本当に知りたいのはこの技術がどのようにエロに応用できるのかという点です。私もビジョンプロを入手してしばらくの間はこの素晴らしい技術に未来を感じ感動を覚えましたが、今はある程度冷静さを取り戻してこのデバイスがどのようにエロに革命をもたらすのか可能性を探る段階に移っております。いろんな使い方を試している中でやはり技術はエロで進化して広まるのだと徐々に確信を得ています。今回はそんな中でもビジョンプロでのアダルト VR 視聴について一緒に見ていきましょう。どうも Mr.VR です。ビジョンプロを手に入れて間もなくして私は早速アダルト VR が視聴可能かどうかを確かめました。通常 VR デバイスでアダルト VR を楽しむには DMM のアプリを利用することが一般的な方法です。クエスト2やクエスト3では DMM のアプリがリリースされているので特に難しいこともなく手軽にアダルト VR を見ることができます。しかし予想通りビジョンプロには DMM のアプリはリリースされていません。ビジョンプロのプロモーションビデオからもアダルト利用の可能性は全く感じなかったのでここは想定内の範囲です。ではどうするのかというと VR 動画のファイルを直接デバイス本体に転送して再生するという解決策があります。この手法は同じように DMM アプリがなかった Pico4 でも使われていました。 Pico4 と同じようにビジョンプロでも動画ファイルを入れることで見れるのではないかと思い試してみましたが、ビジョンプロの標準の動画プレイヤーでは VR 動画を再生する機能が備わっていませんでした。具体的には VR180 形式の動画をサイドバイサイドで視聴する機能が必要なのですが、それがありませんでした。ただ実はビジョンプロにも VR180 のような動画コンテンツがあります。これはビジョンプロの目玉のコンテンツの一つでもある Apple TV プラスに存在しています。崖の綱渡りの動画であったり、おそらく CG で制作された恐竜時代の動画であったり、これはこれでかなり素晴らしいです。 4K の 90fps の動画だそうなのでかなり現実感があります。撮影や制作にもかなりの予算がかけられているでしょう。しかし重要なのはこの動画がイマーシブビデオと呼ばれていることです。実際 VR180 動画とほぼ同じなのにApple はイマーシブビデオと呼んでいるのです。そういうことからApple が VR180 をあまり受け付けないような方針であることがわかります。しかし現状アダルト VR の動画というのはほぼ全てが VR180 形式になっていて、これを再生するためには他の動画プレイヤーが必要です。これがあればいいのですが、果たしてこれがどうなのかご安心ください。ビジョンプロの専用アプリとしてVR180 を再生可能なアプリがリリースされていました。クエストユーザーの方にはおなじみのスカイボックスのようなアプリがあるということです。ここまで来れば我々の勝利と言ってもいいでしょう。アダルトフェスタなどのアダルト VR を動画ファイルでダウンロードできるサイトから作品を購入してアダルト VR を準備しておきます。視聴方法は現状そんなに参考にする人はいないと思うのでさらっと説明しておきます。アプリからムーンプレイヤーというアプリを使います。こちらから iCloud などで入れた動画ファイルを選択します。今はハロウィンの動画にしておきましょう。こうすると 2D の画面に表示されるので、ここからこのように設定を変えます。そうすると、今 VR180 3D の状態で見えています。ここでやはり一番ポイントだと思うのが、見てわかると思うんですが、自分の手が表示されているんですよね。しかも腕までこの服がちゃんと抜けた状態で表示されています。これはもうね、完全に動画の中に入り込んだような感覚が味わえます。もうね、本当にこれ触れるような感じなんですよね。今までこのクエスト3とか他のデバイスではこれはありえなかった機能です。本当にすごいです。これクエスト3の場合は一応ハンドトラッキングが使えるんですが、
自分の手が表示されるのではなくて CG のような手が表示されて、しかも腕は表示されません。ビジョンプロではちゃんと自分の手、しかもこうやって重ねてもちゃんとくり抜かれて表示されるんですよね。これが本当に素晴らしいです。ちょっと自然すぎてね、初めて見る方は何がすごいのかわからないかもしれないので、これをオクルージョンというんですが、ここをちょっと説明しておきます。例えば今ここに動画の画面が出ているんですけど、この動画はここにありますね。奥行きはここにあります。そしてティッシュ箱がこの動画より手前にあったとしますね。そしたらティッシュ箱をこれ持ち上げると、このように前後関係が崩壊してしまうんですよね。本来は動画の手前にティッシュ箱があるのに、ここをかぶせるとティッシュ箱が奥にあるようにこう描画されてしまうわけです。これが今までの MR の状態でした。クエスト3などでもこのような現象が起こってしまいます。ただしビジョンプロではどうなるのか。今ティッシュ箱はそのような形になってしまうんですけど、このようにですね、手をかざした時はちゃんと前後関係がうまく表現されています。これはビジョンプロの前面にあるセンサーがこのディスプレイの距離と自分の手の位置の距離をちゃんと認識してこれ表現しているんですよね。なのでこのディスプレイに手をかざすとこの形にわざわざくり抜かれて表示されているわけです。だからちょっとこの端っこがちょっと不自然になっているのがわかると思います。こういうふうに素早く動かすとうまく描画されていないのがわかると思います。本当にこう手を交差させてもちゃんと認識しているのは、これは本当にすごい技術なんですよね。このことをオクルージョンと言うんですが、これが VR180 でも表現されているわけなんですよね。これをね、アダルト VR でちょっとお見せできないのがちょっと残念ではあるんですが、大体想像はしていただけるんじゃないでしょうか。ただね、ここまで来るとね、ちょっと触覚まで欲しくなったりとか、当たってる感、そういったものが欲しくなりますね。人間本当に贅沢なもんですね、本当に。やはり自分がこう前に進んだ時に、この動画から近づけないというのも、ちょっと残念ポイントに感じてしまうようになります。ここまでリアルだと。そしてこの操作についてもかなり楽です。コントローラーを使わずに手と目線だけでこう操作できるので、こう見ている時にもうこれだけでいけるんですよ。これが素晴らしいポイントです。わざわざクエスト3の場合、こうやって見ていて右手を使っている状態の場合、こうやってね、コントローラーを持ってわざわざこうやって操作しないといけませんでした。しかしビジョンプロの場合、右手を使っていても左手でこのように操作ができますし、もう腕をわざわざ上げなくてもこのように操作ができるというのはかなり楽です。そしてね、もう一つこれポイントがあるんですけど、これ動画ではね伝えられないというか映せられないポイントなんですけど、実際これ自分アダルト VR を見てみました。そしてね、その時に事件が起きたんですよ。下半身こう出してますよね。そしてどうやらですね、このビジョンプロ、この手の形をしたものを手と認識するようなんですよね。どこまで肌の色まで認識しているのか、この形だけで認識しているのかわからないんですが、この手の形、ちょっと自分が言いたいことをねちょっと伝わればいいと思うんですけど、この手の形、これをオクルージョンしてしまうんですよ。つまり右手をここに添えている時にあれを手と認識してしまって、そこだけくり抜かれてしまうわけです。これはちょっと自分使ってみて驚きましたね。まさかくり抜かれるとは思いませんでした。じゃあちょっとテストとして足でやってみましょう。これ今気づきました。靴下を履いていると抜けませんね。 VR 上に足が表示されませんね。これ靴下脱いでみましょう。汚いので親指だけにするんですけども、見てください。もうすでに足がこれ認識してこれ表示されてますよね。やはりここでは1個しか
足が表示されていないので微妙に認識がちょっとされていないんですが、手を近づけましょう。そうするとですね、このようにちゃんと抜けるわけですね。足のこの形をしたものを手と認識するんでしょうね。はい、このようにうまくくり抜かれるわけです。ここまでやったら皆さん分かっていただけたんじゃないでしょうか。ちょっとこれはですね、今までの VR ではちょっと体験できなかったことですね。つまり自分の下半身と動画内の男優の場所、それを一致させることでとてつもない没入感を得ることができるんです。これはビジョンプロでしか体験できないことです。おそらくクエスト3でもこの腕が抜ける、そしてここが抜ける、それはですね体験できないことですね。ただですね、かといって全てこれがいいというわけではありません。なぜなら現状この自分の手が出ているのを消すことができません。この動画内と自分の手の距離関係がうまくいっているシーンではいいんですけど、今ですね、この手より奥側に手をやった時にこう重ねた場合、これの時に前後関係が崩壊してしまうんですよね。こういったことがアダルト VR ではかなり至近距離の女優さんが近づいてくるので起こり得やすいです。なので逆にですね、アダルト VR の場合没入感が下がるポイントが結構あります。この手を表示させたりさせなかったりが選択できればいいんですけど、現状そういった機能はありません。なので決まったシーンだけビジョンプロで見るとか、そういった選択が必要になっています。それとティッシュを取ろうとした時、ティッシュはですねこの VR 空間内に表示されません。ここはちょっと残念なポイントですね。自分の手を近づければなんとなくはわかるんですけど、はっきりとは出てきません。このビジョンプロ、オクルージョンは確かにすごい技術だと思うんですが、その代わりにこのでかい本体、そしてケーブル付きのバッテリー、これが本当に邪魔なんですよね。アダルト VR 市場においてはもう致命的です。服を着ている状態だったらポケットに入れれますけど、皆さんこれどうしますか？見るときバッテリーをベッドの横に置いておく、そういった選択肢しかできなくなっております。ここは本当にどうにかしてほしいポイントですよね。ただこの後頭部がバンドになっているので寝転びやすいというのはかなりいいですね。寝転んでも快適に見ることができます。そして今見えているかわからないんですが、このアイサイトという機能があって自分の目がここに映し出されます。さらに被っている人が何を見ているのか分かるような表示がされるという事前情報もあったんですが、それはですね具体的な表示はなかったので安心できそうです。アイサイトについてもそこまでリアルではないので、電車内で変なものを見ていたとしてもバレないですね。そして一番の難関であるこのビジョンプロの価格ですよね。これがおそらく日本で発売される時60万円近くになるんじゃないかと予想しているんですが、ビジョンプロのメリットとしてはこの手がオクルージョンされること、そして 4K 解像度、マイクロ有機 EL の高画質であること、そして手だけでも操作しやすいということ、この3つだと思います。このために60万円出して買うかというと、いくらお金があってもちょっとおすすめはしません。アダルト VR ユーザーであれば現状ピコ4かクエスト3で十分だと考えます。ただビジョンプロは空間コンピューティングというものです。つまりスマートフォンや PC でも今ではアダルトコンテンツいろいろ見れます。それと同じように空間コンピューティングが広がっていけば、それに適したアダルトコンテンツが続々と出ると思います。そのタイミングで廉価版の空間コンピューティングを買ってアダルトコンテンツを見るというのが自分がお勧めしたい楽しみ方です。廉価版の空間コンピューティングが発売されるまで、自分はこういった最先端のアダルト VR の視聴についての情報を発信していきます。ぜひ今後も楽しみにお待ちください。ということでチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画で。